こんにちは。今日は私一人の動画です。以前から私の韓国語の勉強方法について聞かれることがたまにあったので、今日は私の勉強法についてお話ししたいと思います。私の韓国語のレベルもまだ全然で、動画でお話しするなんてちょっとおこがましいんですけれども、一応1年くらいで日常会話ができて、現地の方と意思疎通ができるほどにはなったので、私みたいに短時間で韓国の方とお話ししたいとか、推しの言葉を理解したいとか、ドラマを字幕なしで見たい、でも留学には行けない、そんな方でもこの勉強法でこの程度にはなれるんだくらいの目安にしていただければいいなと思います。韓国語は文法も日本語と似てるところも多くて、単語とかなので比較的習得が早い言語じゃないかなと思います。まず私が韓国語を勉強し始めたきっかけがちょうどコロナ真っ最中だったんですけど、その時に韓国ドラマにどっぷりハマって、好きな俳優さんとか好きな女優さんも増えて、話す言葉を直接自分で理解したいな、ドラマも字幕なしで見たいなと思ったことがきっかけでした。でもちょうどコロナだし、仕事もあるし、留学には行けないし、近くに語学堂もないし、韓国人の知り合いもいないしと思って、独学で韓国語を学ぼうと思いました。最初に始めたことはハングルの読み書きから始めました。ネットで適当にハングルとかで検索すると表みたいなのが出てくるんですよ。母音を覚えて、次子音を覚えて、組み合わせて読めるようにして、読み書きは半日くらいでできるようになったと思います。一通り読み書きができるようになったら、次は初級の基礎から始めました。オンライン授業とかも考えたんですけど、もし飽きたらどうしようとか、ハマらなかったらお金もったいないなとか思って、 YouTube にある無料講義で探して、そこで学びました。私が使った講義 C マイルっていうチャンネルなんですけど、このチャンネル本当に素晴らしくて、初級の基礎的な部分はほとんど覚えられると思います。韓国人の先生が日本語で教えてくれるんですけど、もちろん分かりやすいですし、発音もネイティブな発音で覚えることができます。仕事終わりの平日にこの動画を2、3個見て、週末は平日に見た文法をすべて復習、単語の勉強に時間を当てました。私は問題を解くよりも話したい、聞きたいが強かったので、問題をいっぱい解くというよりは何度も声に出して頭に入れる、耳に慣れさせる、口に慣れさせることを意識しました。授業を聞きながらノートにもまとめて、それを週末に見る、ひたすらそれを繰り返しました。ノートはいっぱい復習してもうボロボロになっちゃってすごい汚いんですけど、こんな感じでもう可愛く綺麗にまとめるというよりは簡単に簡潔にを意識しました。なかなか覚えられないのは、こういう風に蛍光ペンで引いて目立つようにどうも読めるようにしました。こんな感じでまとめました。この C マイルっていうチャンネルだけで十分に初級の基礎は身につくと思います。私はもう少し初級の文法や単語を勉強したいなと思ったので、トリリンガルトミさんの動画を参考に勉強をまた始めました。トリリンガルトミさんの講義は本当にこれ無料でいいのって思うくらい充実した教材を用意してくださっているので、私はそれをたくさん使わせていただきました。こんな感じで初級の単語をダウンロードできます。すごい枚数あるんですけど、これを覚えるだけでいろんな教科書とかに載ってる単語理解ができるようになるので、ちょっと辛いんですけど全部やることをお勧めします。こういう風に本文があって解説、練習問題のような構成になっているので、文法が理解しやすいと思いました。トリリンガルトミさんの初級とチーマイルの初級を聞いて、ノートにまとめて、単語も全部まとめて覚えて、この勉強を繰り返しながら初級は無事に終わりました。私は基礎をしっかり固めたかったので、もうこれでもかってくらい何回も復習しました。でも平日は3、4時間くらい家では勉強して仕事しながら、その時間の他にも会社のお昼休み、ご飯食べた後に単語の勉強をしたりもしてました。土日は6時間から8時間ぐらいは勉強に当てました。土日とか平日とかで用事がある日あるじゃないですか。その日も絶対に韓国語に触れる時間を作って、勉強しない日は多分1日もなかったと思います。
触れるだけでいいんです。ちょっとリスニングの CD を聞くとか、単語声に出して読むだけとか、どうしてもやりたくない日っていうのが出てくるんですけど、そういう日でも必ず韓国語に触れるように意識してたので、逆に韓国語の勉強をやらないとなんかモヤモヤして気持ち悪いんですよ。そのぐらい韓国語を勉強してた1年間は勉強する癖が身についていました。次に会話の練習についてです。初級を終わりそうなくらいから会話の練習もしたいなと思い始めて、海外の方と10分とか無料で話せるアプリ今あるじゃないですか。匿名でそのアプリを使って電話したんですけど、その頃は多分本当に挨拶もできないくらいだったので、もちろん一言も聞き取れないし、韓国語で何か発することもできないし、相手が多分何歳、名前はどこに住んでるのとか多分聞いてたと思うんですよ。でもそれも聞き取ることもできないし、私が質問することもできなくて、もう速攻切られちゃいました。それがトラウマになって、一旦全部初級をクリアしてからお話しする練習をしようと思ったので、初級が終わりそうなくらいに始めました。初級の頃は文法と単語をひたすら勉強してたんですけど、一緒にやっていたことがシャドーイングです。これは本当に勉強してきた中で一番役に立ったことで、耳で聞いたまま自分で発音する練習なんですけど、通勤が車なんですけど、もう車の中で一切音楽聴かないでずっとリスニングの CD を聴いて通勤してました。もちろん一発目で完璧に聞き取れるわけないので、一旦聞いて発音してみて、言えなかったところ、わからなかったところをまた教科書で見て確認して、あ、こう言ったんだ、また声に出して言う。ひたすらそれをやるんですけど、それを繰り返すうちにもうどんどん口が韓国語に慣れていくのがわかるんです。なんか舌の動きとか口の動きとか。なのでこのシャドーイングは本当におすすめです。シャドーイングした例文も日常会話で使えるものとかでやると、その例文をそのまま会話に盛り込めるので一石二鳥ですよね。試しにシャドーイングやってみます。여러분은 여행짐을 쌀 때 필요 없는 짐까지 싼 적이 없습니까? 여행지에서 필요할 것 같아 준비해 갔는데 결국 한 번도 안 쓰고 그대로 가지고 온 경험이 누구나 한 번쯤은 있을 겁니다. 또 여행짐이 많아 가방이 잘 안 따졌던 경험도 있을 겁니다. 어떻게 하면 가방의 한정된 공간을 잘 활용할 수 있을까요? 이러한 고민들을 해결하기 위해 몇 가지 좋은 방법을 소개하겠습니다. これをもう何回も聞いて何回も言って、そうするとどんどん口が勝手に動くようになります。初級の頃は一人でブツブツシャドーイングしたり、文法を勉強したり、単語を勉強したり、ひたすらそればっかりやってました。初級がそろそろ終わる頃にその会話のアプリを使って話す練習を始めたんですけど、その時使っていたアプリがこのアプリです。広告じゃありません。日本語が上手な韓国の方がたくさんいて、結構日本語でガーって話してくるんですけど、今韓国語を勉強してて韓国語で話したいんですってことを伝えると、じゃあやってみて、教えてあげるっていう感じで優しく聞いてくれる方が本当に多かったです。話すうちにこう言った方が自然だよとか、発音ちょっと違うかもとか言ってくれたり、私が聞き取れるようにゆっくり言ってくれたりとか、自然な言い回しとかも教えてくれて、例えば私が質問で일본 간 적이 있어요?って聞いた時に일본 간 적이 있어요 라기보다는 일본 가본 적이 있어요가 더 자연스러워요. こんな風に自然な言い回しとかも教えてくれたり、スラングとか流行ってる言葉とかも教えてくれるので、このアプリは韓国人とお話ししたいと思ってる方はダウンロードして使ってみてください。そのシャドーイングのおかげで、その最初のトラウマの電話の時よりかはお話ができたので会話にはなったんですけど、やっぱり文法も語彙力もまだまだ初級だけじゃ全然足りなくて、なんとか質問はできるんですけど、相手が何言ってるかちょっと難しい話とかになると全然聞き取れなくて、その頃から電話する習慣もつけてたので、絶対10分1回、最低1回は電話するようにしてました。会話の練習をしながら次に中級の文法を勉強し始めました。中級講座も YouTube のトリリンガルトミさんの講義を見て勉強しました。やっぱり中級は内容も複雑だし、単語もめちゃくちゃ増えます。文法はこんな感じで見出しついてるんですけど、もうめちゃくちゃ量が多い。こんな感じで文法の解説、例文をとにかくいっぱい書いて理解を深められるようにしました。
これが中級の単語です。何ページあるのってぐらいいっぱいあります。中級の勉強は多分初級の2倍くらい時間がかかったと思います。講座を見終わったんですけど、中級はちょっとやっぱり内容も難しいし、一回教科書を買って勉強してみようかなと思って、多分皆さん知ってると思うんですけど、できる韓国語、これを使いました。これは本文もあって、問題もあって、リスニングもあるので、おすすめです。私があまりやらなかった勉強方法としては、歌で勉強することとドラマで勉強することです。歌とかはやっぱりリズムに合わせて歌詞を当てるじゃないですか。大切なところが省略されてたり、助詞が省略されてたり、そういうのでちょっと私こんがらがってしまって、歌で覚えようっていうのはしてませんでした。とドラマで勉強もしませんでした。ドラマで勉強するのはやっぱり上級ぐらいになってからがいいのかなと思います。韓国のドラマって慣用句がすごい出てくる気がしませんか？慣用句すごく多くて、もうそういうのもやっぱり勉強するのって中級後半とかなので、すごい理解するのも大変ですし、いちいちドラマ止めてメモして止めてメモしてってするのもすごく大変だし、やっぱ1時間以上あるじゃないですか、ドラマって。自分的に大好きなドラマを見てるのになかなか進まないし、ストレスになってきて、やったこともあったんですけど、私には向いてないなと思ってドラマで勉強することはしなくなりました。こんなに勉強してるのになんでこんなに聞き取れないんだろうってすごい悲しくなって落ち込んじゃうことも結構あったので、自分の心の健康のためにもドラマは本当に楽しんでみようっていう風に決めて、ドラマと勉強を結びつけることはあまりしませんでした。これはあくまで私の意見なので、ドラマで勉強して今ネイティブくらい話せますって人もいらっしゃるので、いろんな方法を試すことが本当に大切だと思います。中級が全て終わった頃にはひたすら会話が上手になりたかったので、アプリを使っていろんな人と会話をしたり、あとはシャドーイング、もうこれは癖ついてて今も通勤しながらやっちゃうんですよ。その2つを集中的にやっていたと思います。もちろん中級の勉強も終わったからって言って終わりじゃなくて、何回も何回も繰り返して文法を確認したり、単語もなんか本当に終わりがなくて、最初の方に覚えた初級の単語とかも今やったら多分忘れてると思うんですよ。とにかく繰り返し勉強しました。そうしながら1年くらい経った頃には韓国の方と十分に意思疎通ができるほどになりました。多分この頃に彼と出会いました。意思疎通に何の問題もありませんでした。最初何言ってるか全然聞き取れなくて、これ聞き取れるのかな、話せる日が来るのかなって思うんですけど、本当に諦めずにやってるうちに韓国語が言葉として聞こえてくる時が来ます。言葉として何も考えずに。そこまでがちょっと辛いかもしれないんですけど、諦めなければ私なんかでもこのくらいのレベルにはなることができたので、この動画いいなと思ったことは真似していただいて、これはちょっとやりたくないなって思ったら全然スキップしてください。まだまだ私も勉強しなきゃいけない意味で、こんな勉強法なんてどうかちょっと偉そうで申し訳ないんですけど、少しでも皆様の参考になればいいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。